はい、皆さんこんにちは、ゆりこです。今日私は今ね、コーヒーをゲットしました。詳細についてはね、まずはこちらの動画をご覧ください。このお店はね、井戸端といって、鎌倉のね、この長谷の駅の近くにもうね、すでに12年もお店をやっているそうです。ちょうどね、2日後に12年目になるということでね、そんな運命的な記念すべき12年目のね2日前に、お店に訪れることができました。私はこのねコーヒー屋さんにいたのは多分2回くらいかな、1回あるかないかってくらいで、今日初めて行ったんですけど、すごいフルーティーな匂いがします。私が頼んだのは500円のケニアの、コーヒーですね。お店にはたくさんの種類があったんだけど、私はちょっとね、深入りよりもねフルーティーの浅入りの方が好きなので、深入りじゃない、ケニアのコーヒーを頼みました。コーヒーにね実はあんまり詳しくないんだけど、そのおじいさんはすごくねゆっくりコーヒー豆を多分砕くところから粉砕するところからやっていたと思います。そして専用のね、ビーカーみたいなのに、コーヒーを入れて作っていました。本当にね丁寧にね作っていて、多分私たちは5分ぐらい待ったかな。本当電車がね来るのをね、ゆっくり見れるぐらい本当にねゆっくりねじっくり、作ってくれていました。お店の中にもそういう美味しいコーヒーはねじっくり焙煎しますよ、じっくり入れていますっていう風にね書いてあってね、なんかそのおじいさんの優しいね、雰囲気がすごい伝わってくる、そんなコーヒーでしたね。で、私たちが頼んだ後にもね、もうすでに常連さんのおじいちゃん別のおじいちゃんも並んでて、すごいねかわいいなって思いました。はい、1杯ね500円でこのなんか幸せなあったかい気持ちが買えるならね、安いものかなって個人的には思いますけど、私はねコーヒーは多分週に何回かな、3回ぐらい飲むかなって思います。日本人だからね、実は毎日抹茶を朝飲んでるんですね。というのは冗談で日本人はね白湯というただのねお湯を飲みます。私たちはコーヒーでもね抹茶でもなくね、白湯というねお湯を飲むんです。それはね日本の文化かな。多分ほとんどの人はね抹茶飲まないし、緑茶飲む人いると思うけど、少なくとも抹茶もコーヒーもあんまり飲まない。カフェに行ってオーダーするのはチャイティーラテとかそういうものが多いかなって思います。ただやっぱりこういう特別なコーヒーをね飲むときはちょっとね嬉しい気持ちになります。前にねツアーで会ったことがある人で、グアテマラから、日本に来たっていう人がいました。その時ね私グアテマラのことあんまり知らなかったんだけど、すごいねグアテマラって自然が豊かだし、コーヒーもねすごく美味しいっていう風に聞いて、なんかねいつか行ってみたいなっていう風に思っています。その時からねなんかそういうコーヒーの豆についてちょっと考えるようになったというか、そうケニアとかグアテマラとかエチオピアとかね、なんか一緒くたになってたけど、もうちょっと別の場所全然違う場所なんだなみたいなだから私にとって本当にツアーでねいろんな人に会えることってすごくね価値があることだなって思っています。なんかねいろんな国の人と会うことができるのってすごい多分なかなかね普通に生きてたらそんな地球の反対側にね住んでる人と会うことってないと思うんだけど、こうやって YouTube とかツアーを通じていろんな人と会えることが本当に楽しいなって思います。みんなのね中にはね本当に毎日コーヒーをね飲まないといけないぐらい、すごく早起きしなきゃいけないとか、すごくね疲れが溜まってるとか、カフェインが本当に必要って人も
結構いるんじゃないかなって思います。私も実はそういう経験があって、大学ね1、2年生2年生の時、私公認会計士になりたくて1日ね14時間ぐらい勉強してたんですね。その時の私のルーティンは毎日朝、5時に起きて、そしてね家を6時に出て、そして、予備校のね実習室に毎日7時ぐらいに着いて、そして、目覚めるためのね朝のコーヒーを100円でセブンイレブンで買っていました。そしてね2リットルの大きなねお水も買って、毎日ねほんとそれだけ1日ね多分200円ぐらいの生活、あとお弁当持ってきて、お昼に食べるっていう、そんなね生活、もうほとんど勉強しかしてないっていう時間を過ごしていました。まあでも今思うとやっぱりその経験がすごく私にとって価値があったなって思っています。っていうのもね、なんだろう、そうすごく大変だったけど、大変だったからこそそういうね難関な資格をね取ることができたし、そのおかげで、今こうやって自由な活動ができている。もしね何かあった時はやっぱり資格を使って働くっていう選択肢もあるからこそ、こうやってね自由に生きることができているのかなって思います。そうすごい大変だったけど人生のねいいセーフティーネットになったかなって思っています。そんな風にね、言ってるけど、はい、コーヒーはね本当にみんなを救ってくれるね大切な飲み物ですね。だってやっぱりコーヒー飲んだ日と飲まなかった日で、目の覚め方とか違うし、やっぱりね一杯のコーヒーだけどされどコーヒーされどコーヒー日本語が変かな。そうたった一杯でもたったね100円でも500円でも、やっぱりコーヒーをね飲むだけでなんかね元気になれる気がします。でもね前にねレッドブル毎日飲んでるっていうフォロワーさんをツアーしたことがあって、その時だけはちょっとやめた方がいいなって思ったけど、コーヒー1杯ぐらいだったらねなんか病気のリスクが下がるっていう研究もあったりするしね、いいんじゃないかなって思います。そんな風にね話していたら、こんなね山の上の方まで歩いてきてしまいました。本当にこの鎌倉ってねもう5分歩いただけですごい山のところとかね海のところとか自然がね豊かなところに来れるのが一番の魅力ですね。ここはねちょっと観光地じゃなくて、隠れスポット的な感じで私が好きな場所です。ここからね見える海の景色、皆さんも感じてもらえますか？沖の方でねウィンドサーフィンかなしてる人もいて、なんかね楽しそうだよね。冬になってもうライティングがね全然夏と違うのをねフォトグラファーとして感じるんだけど、もう今の時間は9時だけど、もうねなんとなく1時とか11時くらいのライティングのような気がしますね。はい、ここから見える景色を最後に皆さんにお届けしたいと思います。私はやっぱりこのね、鎌倉が本当に大好き。なんか朝家を出てちょっとね歩くだけで生きててよかったなってね、本当にそんな風に思って毎日ね家を出ています。でも東京に住んでた時はやっぱりそういう風に感じるのがすごく難しかった。だから、こうやって感じられることっていうのは本当に幸せなことなんだろうなって本当に感謝しています。都会でしか味わえない、なんていうのかな、刺激的な日常もあるけど、私はこういうね小さい日常が大好き。今日もね私の動画を最後まで見てくれてありがとうございました。
またね次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。